こんにちは、ゆずきゆかりです。今日は、渋6の12月のアップデで追加された新キャラ、徳川家康を使って、神をしばいて宇宙へ行こうと思います。設定は神、マップは大陸、マップサイズとゲームスピードは標準。追加コンテンツは、英雄、満足、大企業、秘密結社です。インフレする奴ら全部載せって感じかな。まあゆかりさんくらいになると、バニラ文明バニラ設定でも神は楽勝なんですが、インフレした方がやってても見てる方も楽しいでしょってことでね。徳川家康の説明を簡単にすると、幕藩体制、国内交易路が専門区域ごとに文化力、科学力、ゴールドを生み出し、代わりに国外交易は産出量減少。あとは、時宗でもあった隣接ボーナス2倍のやつと、メンアットアームズ置き換えの侍、工場置き換えのエレクトロニクス工場ですね。初手は産出量が微妙ですが、海あり、湿地ありで、なかなか、パズラーの想像力をくすぐる配置ですね。特に初手と市位置をずらす理由が思いつかないので、そのままの場所で第一都市、東京建設。初手は石膏を生産、これ他の選ぶ人いるのかな？索敵でリソースが得られるゲームなので、とっても重要。第一村人から労働者をもらいました。最高の引きですね。あ、ちなみに、右上の目のマークは、終了後にマップ見渡して感想戦ができる MOD なんですが、久々に起動したらうまく動かなくて、そのままになってます。結構面白かったのに。2手目は普段なら労働者ですが、すでにいるので、今回は強気に開拓者スタートしてみます。そしてこの地形は、シュババ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 。美しい。ラムコンボは渋6の花ですよ。皆さんもそう思いますよね。ここで第一都市国家発見。何と出会ったというよりかは、ここで秘密結社を発見できなかったのが痛い。蛮族の野営地を潰したら、第一秘密結社と遭遇。墓は加入しないのでどうでもいいですが、提督ポイントがもらえたのが重要です。早速、アマニをモヘンジョダロに配置します。初手遭遇の代表団1個とアマニの2個で、いきなり宗主国になれるんですね。おっと隣人はオーストラリアのジョン・カーティン。平和中歌ってるくせにめっちゃ好戦的なやべえやつです。しかも、石膏に首都の位置バレました。これは、来ますね。ついでに、初手施設送るの忘れてたんだけど。こんなやつまともに付き合うだけ金の無駄だろ。いい加減にしろ。ここでアマニが着任して、モヘンジョダロの宗主国になりました。北東と南は綺麗に区切られているので、外敵の心配はないですね。あとは、北西のジョン・カーティンをどうするかです。東に第2都市、福岡を建設。南に比べたらこっちの方が多少生産力が出るはずです。投石兵で野良ワンコを討伐して、弓術のひらめきを獲得。早速、弓術を取得しに行きましょう。普通この立地なら、引きこもって勝ち確なのですが、迷惑な隣人が湧いたので、しょうがないですね。あ、もう、完全に標的に収まっているようですね。渋6の無駄に長いプレイ時間を非戦科学勝利に捧げてきたので、戦争は大の苦手なのですが、しょうがない。ちなみに、パンテオンは、悩んだ末に都市の守護女神、海の神の方がいいような気もするのですが、なんとなくです。本当に実行したか？決断が早すぎる。というわけで、何の備えもないまま開戦しました。どうすんだこれ？リセットボタンを押すか？とりあえず、旧兵を1体購入。相手は、今のところ戦士と投石兵なので、これでなんとかなる？ゆかりさん経験なさすぎてわからない。ここでアナンシを召喚。外れのサーバントですが致し方ない。ちなみに、私の中で、ティアー1は、ヘラクレス、卑弥呼、孫悟空、条件付きで最強なのがシンドバッド。ティアー2は、戦争用の英雄たちとアナンシ。ティアー3というか、底辺はマウイですね。戦争やらんから、戦争用の英雄の差がわからないんで、何が強いのか教えてくれると嬉しいな。神の攻めが思ったよりちょろかったので、
福岡にマグナスを着任させて開拓者生産都市にしようと思います。時代は通常古典に宗教を作って黄金古典が非戦の最速ルートなんですが、今回は邪魔者がいてろくに探索できなかったので致し方ない。攻略は研究の自由。気になったので北西の様子見に行きましょうか。神が一生戦士と投石兵だけ出してくるのかと思ってましたが、ここでようやく新戦力のチャリが出てきました。まあ旧兵以外は旧兵に駆られる餌なんですけどね。そしてここに第3都市横浜を建設。ここが西の防衛ラインです。オーストラリアの都市アデレードを発見しました。随分遠くから攻めに来てたもんですね。なんかこの都市弱くね。でもな、ここ取っても間違いなく管理できないんですよね。こっちのリソースやリスクを追ってまで相手の陣地に攻め込む理由ってあるかな。相手は神特有の無尽蔵のリソースですぐ都市出し直すだけ。それなのにこのアデレードを取る理由なんて。復讐が気持ちいいからに決まってるでしょう。はい、ドーン。神不正が舐めた真似しないでくださいよね。剣士は無理なんで、ここらで失礼します。やだなぁ。ジョークですよ神様。第2のお隣さんはクリーのパウンドメーカー。この人はちょろ優しいので、素直に仲良くしたいですね。遠行近行ってね。アナン氏は寿命が来てしまったので、ここでさようならです。英雄は、私の手で殺しても時代スコアが入らないので、敵ユニットに殺してもらうために突っ込ませたりすることもありますが、今回は、本当に寿命なのでしょうがない。あと、アナン氏の起動能力使い切るの忘れてました。ここで、第4都市、長野を建設、諏訪湖でかいですね。ちなみに、未だに専門区域政府複合施設だけです。本当は聖地建てないなら、キャンパスの1軒くらい出すんですが、いい立地がなくて。ちょっと劣勢になってきましたね。そろそろ和平しません？しょうがないですね。相手の和平判断に、おそらく戦力差も含まれていると思うので、オーストラリアさんにお引き取りいただくために、戦力の追加をしますか。傭兵のひらめきを得るために、どこかで、徴兵は、一度はやる予定だったので、ここは、むしろ、徴兵を無駄なく使えたと言ったら過言です。悪い、やっぱつれえわ、見てくださいよ。この原始時代みたいなワークにを。本当は、お金は、内政のためのリソースとして使いたかったに決まってるじゃないですか。許さねえからなオーストラリア。ここに第5都市高松を建設します。東京、福岡、高松が日本の工業の中心になる予定です。そして、結構頑張ったのですが、時代は暗黒中世に、西で世界進出の蓋されてたらそうなるわな。この時代は、飛躍の時代とするために、公約は普及を選択。ようやく、日本の反撃が始まります。ジョン・カーティン他でも追っ始めてるのか。お前平和中のはずだろ。教えはどうした教えは。ジョン・カーティン包囲網に参加したバビロンのハンムラビと出会います。彼も、この大陸の仲間と思ってよいでしょう。そして、ようやく徒弟制度が解禁されます。初試工業区域は、非戦プレイでもなかなかやらないファンキーなルートです。置き間違えた。これじゃ、東京にルール地方を置けない。まあ後で微修正しますか。唐突に、インドネシアのギター茶と遭遇。これで4文明目なので、おそらく、この大陸はこれで最後ですね。まあ、山脈とオーストラリアに塞がれてるので、おそらく、彼らとは一切交流することなく終わるでしょうけど、現在の方針としては、主要3都市に用水路工業区域ダムコンボを完成させる。他の都市は、港と商業ハブを完成させる。という方向で進めています。商業ハブと港を両方揃えても、交易商は1人しか増えないのにどうして、と思う人もいるかもしれないけど、そのあたりは次回以降説明していきます。そして、93ターン目、紀元前575年、ついにオーストラリアが折れました。
2000年弱に及ぶ戦争の終結です。賠償として本1冊もらえました。おそらく、バビロンと私に挟み撃ちされる形になったのが答えたのでしょう。共同戦線を組んでいたバビロンには悪いですが、私は、ここで一抜けとさせてもらいます。ということで、今パートは以上で終わりです。ご視聴、ありがとうございました。いいね、高評価よろしくお願いします。よろしかったら、フォローやチャンネル登録もしていってね。それでは、バイバイ。